皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は久しぶりの朝活動画です。朝活といっても私たちは食べることが大好きなので、しっかりグルメも楽しみたいと思います。ということで今回は駒込朝活グルメ散歩になっています。そして今回の散歩ルートは JR 駒込駅からスタートし、街の美味しいパン屋さんでパンをテイクアウトしたら、六義園で絶景を見ながらのモーニング。六義園は素晴らしい庭園で、歩くだけでとても気持ちのいい場所でした。その後は東洋文庫ミュージアムで知的な世界へ。知の大冒険をしたら、日本一のショートケーキと口コミされているカフェでのんびりデザートタイム。最後は巣鴨駅に戻ってくるルートになっています。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。今回のスタート地点は JR 駒込駅です。改札を出ると六義園という案内板もあるので、出口に迷うことなく歩いていくことができます。JR 駒込駅の南口を出て大通り沿いに歩いてすぐの場所に、本日の最初の目的地ベーカリー&カフェ2期があります。ここは街のパン屋さんといった感じで朝7時からオープンしています。ここでは朝食用のパンをテイクアウトしますよ。わー、美味しそう。エッグロールやチキン南蛮、ベーコンロールなどパンの種類はたくさんあり、迷ってしまいますね。どれにしよう。私は店内を3周してやっと決めました。またイートインスペースもあり、親子連れが楽しそうにパンを食べている様子なんかも見られ、この辺りにお住まいの方たちに親しまれているパン屋さんのようですね。購入したパンは後ほどご紹介します。さて、パンをゲットしたら次の目的地へ。次の目的地は六義園です。パン屋の前の交差点を渡ると立派なレンガ造りの門があります。こちらが六義園の門ですが、入り口は別にあるようです。案内に沿って進んでいくと、曲がり角に六義園と書かれた看板があり、案内通りに曲がって少し進むと六義園の入り口がありました。入場料の300円を支払って中へ。チケット売り場の前にはさまざまな言語のパンフレットが置かれており、海外からの旅行客にもいいですね。実際中を歩いているとさまざまな国の方々がいらっしゃいましたよ。入り口からすぐの門をくぐると、なんとも立派な木がありました。こちらは六義園を代表するしだれ桜です。春はこのしだれ桜の大木とツツジが有名で、その時期は入場するための列ができているほどです。実は私たちも春の六義園に訪れたことがあったのですが、あまりの列に断念したので来年再トライですね。さて、歩いていくと庭園が現れます。この六義園は5代将軍徳川綱吉が側用人の柳沢義康に与えた地で、義康が7年もの歳月をかけて作った回遊式月島潜水庭園です。明治に入り三菱の創業者岩崎弥太郎の別邸となり、1938年昭和13年に岩崎家から東京都に寄付され、国の特別名勝に指定された文化財でもあります。入り口横にはそうした歴史の案内もありましたよ。さて、さらに進むと美しい庭園が現れます。島を浮かべる池を木々が囲み、とても美しいですね。回遊式月島潜水庭園とは、
池を中心にしてその周囲に園路を巡らし、小島や橋、月島を配して名勝地を再現した庭園のことです。こちらの趣のある橋は渡月橋というそう。和歌の裏、芦辺の田鶴の鳴き声に夜渡る月の影ぞ寂しき、この歌から名付けられた石の橋だそうです。またこの橋の上に立ち耳を澄ませると鳥の鳴き声が聞こえてきます。とても気持ちがいい空間です。休みの午前中からとても贅沢な時間を過ごせますね。この橋の名の由来が和歌にあり、その他にも和歌に由来する景色なんかもあることから、六義園は和歌の心息づく宮平大名庭園とも言われているそうですよ。さて、一通り見たらこの辺りでモーニングと行きましょう。六義園内ではお酒以外の飲食は可能です。ただ芝生の上に上がったりレジャーシートを敷くのは禁止されているので、その点はお気をつけくださいね。そして今回私たちがモーニングに選んだのはこちら、そら豆ベーコンチーズとバニーノです。パン屋でリンゴジュースとパイナップルジュースも買いましたよ。また自宅でコーヒーを入れてきました。美味しそう。それではいただきます。そら豆がたっぷり入っていて風味が良かったです。そしてなんといっても素晴らしい景色を見ながらのモーニングは最高ですね。とても贅沢な時間です。池の周りにはトンボが飛んでいて秋を感じますね。しかもこの日はとても気持ちがいい秋晴れです。こちらの庭園、年間パスもあり、費用は1200円、65歳以上は600円だそうです。季節ごとに訪れて楽しむのもいいかもしれません。またこちらの庭園には桜やツツジ、さつきやジサイなど季節に応じてさまざまな景色を楽しむことができます。しかも庭園の中には茶屋もあるんですよ。お抹茶と和菓子をいただけるので、素晴らしい景色を見ながらの一休みなんかも良さそうです。この庭園は見どころがたくさんあり、歩いていてとても気持ちのいいところでしたよ。朝活の場所としてもぴったりです。さて、六義園を堪能したら次は知的な場所へ。東洋文庫ミュージアムです。六義園を出て3分ほどのところにあります。こちらの文庫ミュージアムはなんと100万冊の蔵書、国宝を含む貴重な資料があるんですよ。さすがに中は撮影していませんが、これがとても面白い企画展示がされていて、私も夫も楽しめました。入ってすぐにゲームや漫画などでたまに出てくるリグベーダの展示がされていて、夫は感動してとても興味深そうに見ていました。また2階に上がるとこの画像のモリソン書庫があり、2万4000冊の本に囲まれた空間は圧巻でしたよ。この時の展示は知の大冒険で、歴史が好きな私もとても楽しめました。メソポタミア文字や甲骨文字など文字から展示が始まるんですよ。また教科書でおなじみの本なんかも展示されていて、解体新書や東方見聞録もあり、とても面白い展示を見ることができました。そして知的なものに触れて頭に刺激を受けたので、甘いものを食べようかと思います。というか、ただの食いしん坊の言い訳ですね。
陸義園側の通りに戻り、赤レンガ沿いを10分ほど歩くとお目当てのお店があります。それがフレンチパウンドハウスです。口コミサイトを見ると、日本一のショートケーキとすごい評判がいいんですよ。ちなみにイートインは基本平日のみですが、土日祝日でもイートインできる時があるみたいです。夫は大の甘党なので絶対に行きたいと言っていたお店でもあります。ということで店内へ。店内の雰囲気はこんな感じ。明るくてとても気持ちがいい空間です。飲み物はテーブルで注文できますが、ケーキは店頭で注文するスタイルになっていました。いろいろと魅力的なケーキがいっぱいありますね。2人ともショートケーキを注文しようか、ショートケーキと他のものを注文しようかと迷っていましたが、よくよく見ると2種類のショートケーキがあるではないですか。ということで2種類を注文しましたよ。席に座りドリンクも注文します。すぐに注文したケーキが出てきましたよ。それがこちら。かわいい。2つともショートケーキですが少し異なります。手前がブランで生クリームを使ったザ王道のショートケーキ。そしてこちらがルージュです。先ほどのブランに比べてクリームが少しピンクがかっています。こちらは洋酒が入っているんですよ。ショートケーキの食べ比べなんて幸せすぎますね。それではいただきます。まずはルージュから。よくあるショートケーキと比べると少し重たい感じがしますね。食べた感じは洋酒の風味があり、口当たり柔らかです。お次はブラン。こちらは生クリームなので洋酒の爽やかな風味がない分食べ応えがあります。ただ胸焼けするようなこってりした油感やコーヒーで流したくなるような後に残る甘ったるさは全くないので、最後まで美味しく食べられました。上に乗っているいちごは小ぶりでほのかな酸味のある甘いいちごでしたよ。2つともそれぞれ違って美味しいです。今回食べ比べたからこそ違いをよく感じられて贅沢な食べ方をしちゃいました。食べた後は巣鴨駅に向かいたいと思います。この店から歩いて5分ほどの場所に巣鴨駅があります。巣鴨駅には12時前に到着しました。ここまでの所要時間は2時間弱。まだ1日は始まったばかり。巣鴨は食べ歩きをするのに楽しい場所なので、このまま巣鴨地蔵通り商店街を散策してもいいかもしれません。こんな感じで朝から活動的に動いて、とても充実した朝活ができました。朝活の過ごし方の一例としてこの動画を楽しんでいただけると嬉しいです。今後も様々なグルメや旅行をご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。